淡いブルーに広がる空。目を凝らせばその上を飛び交う人工の星たちが見える気がする。エマ、聞いてるの？ごめん、ぼーっとしてた。もう空ばっかり見上げて。エマはスタジアム行かないんだよね。うん、今日は家族みんなで見るの、お家で。そっか、そりゃそうだよね。大事な日だものね。じゃあ私はスタジアムに向かうわ。また明日、学校でね。うん、また明日。今日はパパの晴れ舞台。バスティアン家親族一同が集まってそれを見守るの。帰り道小走りで家路を急ぐ。パパの活躍本当に楽しみ。ドキドキする。ママの作るごちそうなんだろう。早く食べたいな。大通りはみんなお祭り騒ぎ。いろんな国のいろんな言葉が聞こえるわ。大型ビジョンには本番の準備をする映像。いつもはムスッとしているテレビの中のおじさんも今日はなんだか楽しそう。私もいつの間にか走り出していた。ドキドキワクワクが止まらない。カバンにつけたフェンシング人形が揺れる。自分で作ったフェルトの人形、私のお守りなんだ。遠くにはエッフェル塔。あの塔よりうんと高い建物がいつかできるってパパが言ってた。それは宇宙に行けるエレベーター。今すぐおじいちゃんとおばあちゃんとママと大好きなルーも連れてそのエレベーターに乗りたいな。大通りを抜けて家まであと少し。あらエマ、いよいよね。パン屋のフーファニャおばさんの声。最近は5色のパンが大人気なの。ただいま、ママ、パパは？エマ、お帰りなさい。あら、汗だくじゃない。手を洗って着替えてきなさい。みんな待ってるわよ。ママはそう言うと、また台所へ戻っていった。リビングのモニターにみんな釘付け。宇宙や地球の様子がいつも見られるの。本当に宇宙船の中にいる気分だな。もうワインを何本も開けて女王おじさんが言う。俺は火星にブドウ畑を作るのが夢なんだよ。今度は宇宙旅行かしらね、あなた。おばあちゃんの声にルーも尻尾を振る。ついに始まる。画面にパパの乗る宇宙船が現れた。みんな息を飲んで映像を見守る。ママも料理の手を止めてリビングにやってきた。私の右手にはママの手、左手にはフェンシング人形。あれ？ママ、少し震えてるみたい。大きなスクリーンに鮮明に映る宇宙空間。目の前にあるみたいに綺麗に映る。空の上は宇宙につながってて、そこに今パパがいるんだね。そうよ。宇宙で起こることは目覚めが全部伝えてくれるのよ。目覚め？エキゾチックな響き。パパが宇宙に飛び出した。フェンシングのユニフォームが宇宙仕様になってるの。宇宙カメラ目覚めがパパの姿を鮮明に映し出す。漆黒の闇に白銀に輝くパパ。腰につけた私の手作りのフェンシング人形まではっきり見える。フェンシングの試合で金メダルを取った時みたいな真剣な雰囲気で大事そうに両手でカプセルを抱えて、そこには地球を駆け巡った聖火が入ってるの。それをゆっくり聖火台人工衛星に向けて放って、行け、行け、そのまま。やったー！今宇宙空間に初めて聖火が灯った。無重力だから丸い炎なんだって。みんな大歓声。ママはほっとして泣いてる。私も誇らしくて最高の気分。遠くから地響きが聞こえる。ス
タジアムで世界中のモニターの前で地球上のみんなが興奮してるんだ。大役を終えたパパは命綱に引っ張られて母船へ戻っていく。まるで私が作ったフェンシング人形みたい。目覚めが伝えてくれる映像はマスクの向こうの笑顔まではっきりと見えるような気がした。パパ、お疲れ様。成果を抱えながら聖火台人工衛星はこのままパリオリンピックが終わるまで地球を回り続ける。宇宙からの素敵な映像、目覚めが私とパパ、そして宇宙をつなげてくれる。窓から見える大きな空。私もいつか目覚めに会いに行きたいな。さあ、ご飯にしましょう。ずらりと並んだカラフルなごちそう。パパー、いただきまーす。その時空に星がキラッと輝いた。